はい、こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。ビットコインの価格は現在96,700ドルあたりを推移しております。発表された指標の方では、各国の政策金利、米指標などがありました。英国の追加利下げが注目されているのかなと思いますけども、市場は未だ円高、ドル安傾向となってまして、ドル円は一時150円台となっています。で米株各指数は反発してるんですけども、ビットコインは連日同様ですね、比較的弱くて、一時96,000ドル割れとなってます。あと ETF 関連では、ブラックロックのビットコイン ETF を現物償還モデルに移行する申請と、グレースケールのライトコイン ETF の申請が一般コメント提出フェーズに入っています。いずれも承認に向けて前進したと見られていますね。あとはビットワイズ21シェアーズカナリキャピタルの XRP ETF が 90B パフォーム申請、あとはトランプメディア&テクノロジーグループが複数の ETF、SMA の商標申請をしてまして、その中に TruthFi ビットコインプラス ETF と TruthFi ビットコインプラス SMA というですね、ビットコインに関連したものが含まれているのが話題になっています。今現在はブラックロック一強のイメージですけども、こちらも承認後にですね、流入があるのか注目ですね。あと昨日の米国のビットコイン ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.37 億ドルの流出となっています。香港はゼロとなってますね。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 0.24%、額としては577億ドル相当、比率として全体ではショートが 52.1%、バイナスミはロングが 66.6% と全体では下寄りになっています。今後の指標としては本日2月7日にインド中銀政策金利、米雇用統計、2月8日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、2月9日に中国の CPI などが控えています。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想ではビットコインが単独で弱い展開が続いててですね、もう一段下の94,000、92,000あたりまでシェアに入っていきそうだと。今までの米株との乖離分を戻すっていうのも考えられますけども、雇用時計も近くなっててですね、タイミングが中途半端なんで、続落するんじゃないかということで、2月7日 AM6 時点のビットコインは昨日の96,965ドルよりも下という予想でした。結果としては円高ドル安傾向継続で、米株各指数は反発してるんですけども、ビットコインはまだ比較的弱くなってまして、判定時刻の2月7日 AM6 時点のビットコインは96,926ドルということで、昨日の96,965ドルよりもわずかに下なんであたりです。一生はなんこれ。はい、続いて明日の予想ですね。本日は注目の米雇用統計が控えています。事前予想は前回とほぼ変わらない数値で出されてるんですけど、連日米株金との乖離が注目されてますし、ここを超えれば指標も一息つくんで、反発するならこのタイミングかなと思ったんで上にします。なので2月8日 AM6 時点のビットコインは現在の96,760ドルよりも上、これでいきたいと思います。指標としては本日22時半に米雇用統計、明日0時に米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2690ドル、BTC 建ては 0.0279 と、先物の方では OI は全体でマイナス 2.24%、額としては225億ドル相当。比率として全体ではショートが 51.2%、バイナスミはロングが 79.5% と全体では下寄りになっています。ETF は現時点では米、香港ともにゼロとなっています。イーサ関連の話題ではペクトルアップグレードのテストが2月中に開始予定と発表されています。予定通りに行けばメインネット導入は4月とされています。あと他各所の見解では他アルトとの競争が一段と激しくなってるとかですね、あとは信じられないほど弱気になってるとか、最近の価格層のネガティブな見解が見られますね。BTC 建ては 0.030 の攻防に到達する前に折れてまた下に向かっている状態です。イーサ内部のファンダだけでは価格に反映されない状況だと思いますけど、ここから反転できるのか注目ですね。あとその他の動向ではチェコで仮想通貨のキャピタルゲイン税免除法案が正式承認となっています。でこれは先日仮想通貨を3年以上保有した場合にキャピタルゲイン税を免除する法案がチェコの議会で承認された件を取り上げましたけど、今回大統領の署名によって正式承認されたと見られています。あとはジェミニが今年中に IPO を検討しているという報道や、香港の OSL が日本のコインベストを買収して日本市場に進出したことなどが話題になっています。昨日無認可の海外取引所のアプリがアップストアから削除された件も取り上げましたけども、今後も事業者の日本進出が多くなるのか注目ですね。あと他ではミーム関連の動きが多いですね。米消費者監視団体シチズンが
米司法省にトランプ公式ミームの捜査を要求しています。連邦法違反の疑いがあるとのことで捜査要求とされてますね。あとはパンプファンに集団訴訟を起こしている法律事務所2社がパンプファンに知的財産権を侵害するミームコインの削除を要求しています。パンプファンはトークンを削除する技術的能力があるにもかかわらず、明らかな法的リスクに対して行動を起こしていないと主張しています。先日の被害の訴えに加えて要求となってますね。あとは Jupiter の X がハッキングされてミームが拡散されたこと、CZ が BNB で発行されたテストミーム TST に関して投稿して TST が急騰したことなどが話題になってますね。市場では AI エージェント銘柄ミームからの資金抜けが注目されてますけども、トランプは17ドルあたり、時価総額は41位ですね。ここから反転できるのか注目です。あとアルト関連ではトランプのワールドデリバティブフィナンシャルがオンドファイナンスのトークンを再度購入したのが話題になっています。今回は46万ドル相当の購入となってますね。オンドファイナンスは最近 L1 のリリースとかで注目されてまして、単独ファンダが多くなってます。トランプのワールドデリバティブフィナンシャルは、先日イーサなどを大量にですね、コインベースに送金して、まだ戻ってないですけど、今後も動きがあるたびに注目されそうですね。オンドの価格は現在 1.3 ドル、時価総額は33位ですね。こちらも再度上に迎えるのか注目です。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。